皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのやすんです。今日の卓球知恵袋は巻き込みサーブについてやっていこうと思います。以前知恵袋の方で巻き込みサーブの掛け分け方、横下回転や横上回転のかけ方っていうのをやったんですけど、今回はより詳しく、スーパースローの映像を用いて詳しく解説していこうと思います。うまく横下回転横上回転がかけれない方、この動画で、実際にどういう回転がかかっているのか、ボールのどの辺を捉えているのかで、どういうふうにスイングしてボールを捉えるようにしているのかっていうことがより詳しく分かっていただけるんじゃないかなと思います。それでは、プレーの方をご覧ください。では巻き込みの下回転系のサーブからやっていきます。この腰をひねって出している感じを覚えてください。実際スローで見ていくんですが、ボールの外側、通常の14回転のサーブとは違って外側の方からえぐるように出していきます。実際にこのフォームをしただけで嫌がる相手というのも、少なくはないと思います。ではスーパースローです。ボールに対して外側から内側に向かって出していくようにしています。ちょっと今回は下回転を強めに出しているのでボールの底寄りを捉えていますが、これをさらにボールの底よりもサイド側を取ると横回転が強めで横下回転という形になります。今度は悪い例をやっていきます。これだとただのナックルロングになってしまうので、出してもあまり効果のない形の巻き込みサーブとなってしまいます。回転がうまくかけられない方はこういう出し方の方が多いんじゃないかと思います。では今度は巻き込みの横下のいい例と悪い例を比較してみたいと思います。悪い例はボールの正面を捉えて前に押し出しているのに対し、良い例の方は少しボールの底寄りをボールの側面の球体になぞって出しているようなイメージがあるのが分かると思います。ここでしっかりとボールをこすること、ラバーの表面でこすってやることが重要になります。悪い例では当てて飛ばしている、良い例では回転をかけることでその力で飛ばしているという違いがあります。今度は巻き込みの上系のサーブを出しています。ちょっと分かりやすいようにちょっとロング気味で出しています。ここでは少しロング気味に出しているので台にぶつけるように出しているんですが、短く出すためにはそこを調整して、少し弱めのタッチで、台にぶつけるようにではなく、短く止めるように相手をコートネット際に落とすように出してください。ただし回転量が少し落ちがちになってしまうので気をつけてください。今回も下回転同様に少し上回転が強めの巻き込みになっています。ここでも下回転の時と同様に、ボールの横側をさらに取るようにすれば、横回転の強めの上回転になります。今度はフェイクモーションを入れながらやってみました。これをすることで巻き込みサーブの回転がさらに分かりにくくなってより効果的なサーブにすることができます。手元にご注目ください。今上回転を出しているんですが、フォロースルーでボールの底をえぐってるように見せかけて下回転に見えるような形で上回転を出していました。ではスーパースローで詳しく見ていきます。ボールの当たる瞬間は先ほど紹介した上回転の出し方、ここですね、しっかりと横上回転がかかっています。ですが、ここです。当たる瞬間で当たってから当たった後すぐにボールの下側を取るようなモーションを入れています。これをやはり相手が正面から見るとどうしても下回転を出したように見えがち。
ここではちょっと長めに出していますが、短くうまくコントロールすることで、より下回転に見えるような効果的な形で上回転を出すことができます。今度は先ほどとは逆で上回転に見せかけた下回転を出していきます。ここも当たる瞬間にご注目ください。この瞬間です。当たる瞬間ボールの下側をえぐっています。ですが当たった瞬間そのままラケットを振り切るのではなくて上方向にかぶせるようにスイングしています。ここです。このスイングがとても重要です。このスイングがあることによって相手を騙すことができます。実際にここで下を強く切ってこのモーションをすると相手は混乱して実際そんな切れてないだろうと思ったり上回転だろうと思ってレシーブしてくれることが多いです。相手をそう思わせることができればしっかり下回転を切っておけば相手はネットミスを連発すると思います。ぜひこの巻き込みサーブですね、まず回転のかけ方をしっかりと覚えて、自由自在に回転を操れるようになったらこのフェイクモーションまで、効果的な巻き込みサーブっていうのを覚えてみてください。